おはようございます。今は4月1日の11時半です。なんか久しぶりに食パン焼いたんですけど、食パン焼くとなるとやっぱ3時間とかかかっちゃいますね。朝から始めたんですけど、もう昼前になってしまって、朝食と昼食兼ねた、ブランチみたいなものを軽く作って食べたいと思います。で、4月に入って桜も咲き始めて、やっと春気分と思ったのに、昨日ぐらいからめちゃめちゃ寒くって、今日も寒くて厚手のスウェット着てるんですけど、この寒暖差とか晴れたり雨降ったりみたいなのが交互に来るから、だるいっていうか、やる気が出ないとか、あとは眠いとか、そういう方に自分のベクトルが触れちゃってて、なんかやんなきゃいけないことがあったりしてもやる気が出なくて後回しにしちゃうみたいな、なんかそんな日が続いています。でも幸いなことに今週は結構スケジュールが緩くって、来週からねちょっと出張で大阪行ったりとか、あとはなんかイベントにね行ったりとかしてバタバタするんですけど、今週は割とスケジュールがね詰まってないので、詰まってないがゆえ暇を持て余してよりだらけちゃうっていうか、よりやる気がなくなっちゃうみたいな、あんまり良くない循環がね今生まれています。でも気分とか体調っていうのはね、日々波がねあって当たり前なので、そんなねだるいな、やる気が出ないな、眠いなみたいな気持ちを抱えながら今週1週間乗り切ろうと思ってます。そんな1週間をね、できるだけ気分よく楽しく過ごせるように、今週はね美味しいものをちゃんと自分で作って食べて、とりあえず胃袋だけはハッピーみたいな、そんな1週間にしていきたいと思って、今週はこの火水木で私が食べたものを Vlog 内に収めていきたいと思います。で、なんでそれをね撮ろうかなと思ったのかっていうと、この本屋さんでこれを見つけたんですよ。中川玉さんのせいろで日々ご飯というこのレシピ本を発見しまして、このせいろでね作る朝昼晩の体に優しいシンプルレシピということで、今週寒いし、ちょっとせいろでねほかほかあったかいものをね朝から晩まで食べていきたいなと思って、このレシピの中にあるものをいくつか作ってみたいなと思っています。それでは私の3日間の食事 Vlog スタートです。Far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. To belong when I'd already know that you would be there when the rains are gone. Like a light in the night, you will always be my home.よし、今からちょっとヘッドスパに行ってきます。
お友達ののんちゃんが最近行ってめっちゃ良かったよって教えてもらったんで、急遽予約してね、今から漢方ヘッドマッサージに行ってきます。で、今日のコーディネートはチャンピオンのスウェット、下はマリメッコのデニムスカートですね。そこに寒いので、これは前回もご紹介したんですけど、サムソーというデンマークのブランドのアウターです。2年前ぐらいに購入しました。これでも寒いからマフラーとか巻いてっちゃおうかな。バッグはこちら、今私のブランドで制作途中のトートバッグ持っていきます。茶色の方ですね。前回このトートバッグの進捗を皆さんにご報告した時に、この茶色ともう一つね、パープルの方をお見せしたと思うんですけど、どちらも好評で2色とも販売してほしいっていうね、ありがたいお声をたくさんいただいて、私もね2色とも気に入ってるから、どちらもね販売できるように今動いているところです。こうやってちょっとキーホルダーとかねつけたりしたらより可愛いですよね。で、ここにお財布と、あとポーチ、あと今日ヘッドスパの後にシェアオフィスによって今後のねスケジュールをちょっと確認したいなと思って、スケジュール帳を持っていきます。フィンランドで買ったムーミン80周年記念のスケジュール帳ですね。あとカメラ、はい、こういう感じで、では行ってきます。結構硬いって言われません？あ、言われますね。美容師さんとか言われます。だいぶ動き悪くなってる感じは。ヘッドスパ終わりました。めちゃめちゃ良かった。追加予約しちゃいました。カレンっていうところなんですけど、おすすめです。This time is the perfect summer night. And those three words are spelled out in your eyes. But before I go on, say something right. I just hope and bite my tongue. Cause you've been told too many times before. Yeah, you've been told so many times before. So I'm gonna try with something new. And I've never said that I
はようございます。今日は今から外に出て打ち合わせに行ってきます。今日の打ち合わせは私のブランドヒンクヌンクの今年の商品でスウェードバッグを実は今制作を進めてまして、そのスウェードバッグのファーストサンプルが出来上がったということで、それを見に行って、そして修正をね入れたり今後の方針を決めたりしていきたいと思ってます。前回はサブパック的なトートバッグを作っていたと思うんですけど、今回のスウェードバッグはお出かけ用サイズでたすき掛けにできる、そんなものをね作りたいなと思って作っています。で、今日は寒いので白のダッフルコートでいきたいと思います。これは韓国で買ったナッセンリットンというブランドのダッフルコートです。で、そこにリュックですね、ナイロンのリュックに入れて出かけたいと思います。今日は打ち合わせの後に友達とカフェったりとかネイルに行く予定があって、一日中外に出るっていう感じのスケジュールですね。今日結構スケジュール詰め詰めでバタバタすると思うので、こちらの干し芋バーを持って行ってお腹空いたらつまもうかなと思います。これ友達がねストーリーで美味しいってあげてて、それでねオーガニックスーパーで見つけて買ってみたんですけど、めちゃめちゃ美味しいのでおすすめです。こちらお出かけ用のバッグに忍ばしといて、小腹空いた時とか、あとは非常食とかそういうのにちょうどいいんじゃないかなと思います。雨なので憂鬱。でもなんか昨日のヘッドスパ行ったからかわかんないんですけど、なんか頭すっきりしてて今日寝起きめっちゃ良かったです。なので今日も頑張っていきたいと思います。行ってきます。都営浅草線はお乗り換えです。こちらがシープスウェードですね。それ可愛いなと思って。羊高級感。いい、可愛い。長崎から可愛い。そうですね。これが牛側。どうなんだろう。これで串バッグにしたら割と味出る。なんかでもこの本体のなんだろう、茶の色が若干いや、これ結構ねタイプじゃない。難しいと思う。そうだよね。そういうのの、はい、シッピングです。はい。入れます。曖昧すぎると、なんか汚れちゃう方でしょっちゃう可能性がこの動いちゃう分、確かにね。でもさ、これガラスだよね。給食の揚げパン思い出す。もちもち、美味しい？美味しい。これすごいボリュームあんね。おはようございます。今日の朝ごはん、新しいムーミンマグに入れたミルクティーとハマってるさつまいもバーです。これすごい美味しいんですよね。なんかナチュラルローソンとかにも売ってるらしいんですけど、オーガニックスーパーとかね、そういうところのお菓子コーナーにあるんですが、はい、
こういう感じでなんかちょっと芋ようかんみたいな感じでお芋がねみちみちにねプレスされてるんですけど、これ1個で結構お腹がたまるので、あんまりお腹が空いてない日の朝とかにちょうどいいので今日はこれを食べてます。そこにミルクティー、美味しい。でこの新しいマグ、これはね今年ムーミンが80周年なので、そのアニバーサリー80周年限定デザインのものです。ムーミンクラシックマグフレンズフォーエバー、水色ベースのマグにムーミンとスナフキンとあとはミーがここにいますね。この水色と木のところの紫黄色、そしてスナフキンの緑、この配色がめちゃめちゃ可愛くてゲットしました。本当はねこれが一番欲しかったんですよ。見えるかな、これムーミン80周年の限定品、このマグにねハンドペイントされたムーミンマグホームが抽選販売されてて、世界限定8000個で日本は限定80個販売ということで2人で応募したんですけど、無事外れましたね。残念。まあ買えないのは分かったんですけど、このねハンドペイントのムーミンマグすごい欲しかったですね。でこういう感じでムーミンマグを集めてたら、視聴者の皆さんが可愛いムーミンマグを見つけてくれたらすぐにね教えてくれるようになって本当にありがたいんですけど、これミクさんめっちゃ可愛いですよって教えていただいたのが、スコープっていう北欧デザインの食器とか雑貨とか家具とかを取り扱っているお店、そこのお店限定別注デザインの1974年のムーミンオペラというポスターのね絵柄をマグに反映したものが出たということで、こちらスコープ限定デザインですね、無事購入することができました。なんかこれは日本限定発売というかスコープだけでしか発売されないらしくって、1個持っておこうと思いまして、マグとあとはカップ&ソーサーにも使える、ミニプレート、あとこのミーのやつですね、販売されてるもの全部購入してみました。来週ぐらいには届くかなと思うので、届いたらね皆さんにお見せしたいと思います。そんな感じでこのムーミンマグをねちょこちょこ集めていって、彼に作ってもらったマグカップ棚を全部ムーミンマグにしていくのが私の夢です。もう今日も雨でっていうか天気はどんよりしていてちょっとなんかだるいですね。やる気がなかなか出てこないんですけど、この後は、彼とラジオ撮影なので頑張っていこうと思います。少しでも気持ちを明るくするために新しいワンピースを下ろしてみました。こちらマリメッコの新作のものです。マリメッコのアーティストコラボの商品なんですけど、スウェーデン生まれでロンドンを拠点に活動しているアーティストペトラ・ボーナーという方のコラボコレクションですね。マリメッコってウニッコがね一番柄として有名だと思うんですけど、こういうねアーティストコラボのワンピースは派手すぎずシティでねさらりとね着れるようなデザインになってて可愛いです。腰紐ベルトもついてるのでウエストマークもできてね、その日の気分に合わせてシルエットを変えることができるのでいいなと思って購入しました。可愛いです。
よいしょ。どうですか？ごまあんまんです。美味しい？豆乳が入っていますね。はい、始まりました。最近どうよラジオ第29回。今週もどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。このラジオは私がこのお家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たちの今をお届けするそんなラジオになっています。はい。今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかさ、天気が悪いっていうかさ、うん、暖かくなって寒くなってさ、雨も降ったりとかしてさ、なんかだるくない体？うん、重たい。重たいよね、うん、なんか新月とかそういう月のあれもね影響してるらしいよ。今週だからすごい体重くてさ、うん、だからなんかちょっとあったかいもの食べたいなと思って、うん、めっちゃせいろでご飯作ったせいろ蒸しの回し物みたいな、なんかレシピ本見ながらやってんだけど、うん、それの回し物みたいになっちゃったんだけど、めっちゃいいねやっぱりせいろって。なんかもうこれだけで完結するじゃん、うん、洗い物がさ本当にせいろだけっていうかさ、で一気に蒸せるからさ、パンもだし、うん、ご飯とかもさ一気に全部詰めてさバーって蒸せるから、めっちゃいい。なのでこの3日間はあったかいものをねいっぱい食べました。なんか、この前の登山の時のお弁当の時から、ちょっとなんか料理スキルがすごい成長してる感じがするんですけど、なんかちょっとずつ上手くなってきてるよね、野菜の切り方とかも、ちょっと慣れてきた感じがしてて、やっぱあなたと住んでるとどうしてもあなたに頼っちゃう、甘えちゃうんだけど、やっぱ一人でどうにか美味しいもの食べたいってなったら頑張っちゃうね、でも難しいのは作れないから、こういうせいろとかで、でも十分やろ。もう最近こういうパン系、こねる系はすごい得意だねもうなんか分かるようにできた、手首の返しみたいな分かるようになってきた。私はねこの3日間あなたと別々に過ごしてる間にヘッドマッサージ行ってきた。あ、漢方？うん、漢方ヘッドマッサージに行ってきたの。どうだった？めっちゃ良かった。めっちゃ良すぎて次回予約してきた。マジ？なんか1ヶ月半後がいいですよみたいな、しかもさ次の予約をもうしとくと安くなるっていうさ、よくあるシステムにもうあれずるいよね。だってもう定価の半額できますって言われちゃったらさ、じゃあちょっと来月もってなるじゃん、でも1ヶ月半っていうのがちょうどいいかなと思って、それでね予約したんだけど、漢方のオイルみたいな体調に合わせてブレンドしてもらって、こういうマッサージ、最初はなんか何もつけずこう座ったままでこうやってもらって、こう硬さとか、自分の歪み、なんか噛み癖とか食いしばりとかで、そこから頭痛とかにも発生していくんだって、それで歪んじゃうくて、でその歪みを直していきましょうみたいなやつで、それでシャワー台に移ってオイルでこう頭皮マッサージしてもらって、あとシャンプーもしてくれる。で最後ブローまでしてくれるんだけど、結構さヘッドマッサージってドライのやつ多いじゃん。でもシャンプーまでしてくれるからすっごい気持ちよかったし、ここがね痛かった。めちゃめちゃここをグリグリやられた時。それはなんだった？眼性疲労だって。目か。目なんかパソコンとかですっごいよくて、あなたも行ったらメンズも行ける？メンズも結構3か4割ぐらいお客さん来るって言ってて、全体の。でさ横にもいたもん、サラリーマンの人みたいな。個室でやってもらえるのね、しかも相当気持ちいいよ。結構頭すっきりしたし、目がパッチリ開いた感じするし、翌日すっきり起きれた感じがした。さってなんかさ全身のマッサージよりも私はヘッドマッサージの方がなんか好きかも。リラックスできるし、なんか効果を感じられやすい。結構なんか全身のマッサージは、もちろんやってくれる人のスキルもそうだけど、受ける側のスキルもいるんよ。いやそう脱力するっていうか、マッサージも最初の何回か痛い、慣れてくると、力の抜き方っていうか、それでやっぱ効果が上がる感じがして、結構受け手の技量がいると思う。そうだよね、私結構さグッて体をさこわばっちゃうからさ、揉み返しみたいなやつとかがさ、すごかったりとかしてあんまりその全身マッサージのね魅力が最大限に分かんないんだけど、ヘッドマッサージはやっぱ気持ちいいのよ。この頭の皮が動いてる感じがもうすごいして気持ちよくて。あんたなんかしてた？
まあ、変わらずトレーニングと、俺もなんかだるくて、雨も降ってたからさ、気分転換には外散歩するとかもあんまできなかったから、一個その泣ける感動映画を一本見て、家で家のなんかネットフリックスで、昔の映画でアメリカの大学のアメフトのお話なんだけど、なんかルディっていうね、タイトルはルディっていう。そう涙のウイニングランやったかな、だからまあルディ涙のウイニングランっていうタイトル。ルディっていうのは主人公の名前ね。体格で恵まれないし賢くもないから、アメリカのアメフトってさ、もう頭も良くてかっこよくて、体もすごくてみたいな、スクールカースト1みたいな。そうじゃない人が入りたいと思ってなんとか入って、でそこでなんとか最後試合に出るっていう、まあ感動ストーリーよね、いわゆるベターな感動ストーリーを見てちょっとうるっとして、鬼殺し風呂にザバーンって入ってデトックスしたのね、心からね、確かに泣くっていいよね。泣いたのしっかり、ちょっとちょろっとうるっと頑張って泣こうとしたでもすっきりしたよそれで、やっぱり4月に入って、あと1ヶ月先とはいえ5月病が少しずつさ迫ってきてる感じ。そうね、なんかやる気出ないとか、なんかもぬけの殻感っていうか自分が、っていうなんかそういうのをね感じるね、っていうのもなんかあんまり今忙しくないからかもっていうのがあって、去年とか一昨年はさ本当に海外旅行めちゃめちゃ行ってたからさ、もう毎月どっか行ってバタバタしててさ、もうとにかく体が忙しかったわけよ、もうとにかく次の予定はあれでみたいな。でもなんか今年は割とそこがセーブしてゆったり過ごしてるがゆえ、心の余裕ができていろんなことを楽しめたりはする分余白がちょっと多くなるから、その分なんかちょっとだらけちゃったりとか、なんかぼーっとしちゃったりとか、これっていつまで続くんだろうみたいなさ、自分のやってることとか人生とか、そういうことを考えたりするとなんかちょっとうつっとしちゃうみたいな。世の中はさ新しい門出みたいなのとかさ、あったり、例えば部署移動とか、入社式とかさ転職とか、そういう切り替えがあったりする時期じゃん、でも自分の今の生活はさそういうのがないに等しいじゃん。まあ確かに節目はないね。そう節目がないので、ずっとこう中間地点がないままずっとこう走り続けているみたいな感じがねするんですよ。まああと人の代謝もあんまり起きないしね。そう、周りに働いてる人とか関わる人が変わるわけではないからね、なんかずっと同じ毎日が続いていく気がしちゃうみたいな。でもそれって別に悪いことじゃないんだけど、時々なんだろう、どこかでまた変化をやってくるのかなとか。ニュースとかで入社式とかの映像を見ると、羨ましいなとは違うんだけど、なんかふわーってなるよね。わかるなんかそこを自分が熱望してるわけではないんだけど、モチベーションが低下してるんじゃないですか。そう、今年はモチベのミクとか言ってたじゃん、年始めに、なのになんかちょっとモチベーションが低下、そうね、ちょっとなんかやる気が出ないなみたいなこうやって喋るのもさ、なんかスラスラ出てこないなみたいな、なんかそういうちょっとどんよりとしたね。だからなんかヘッドマッサージとか行ったりとかして頭すっきりしたとかさやるけども、何か変わるわけではない、何か変えたいのかな、もしかして自分はって、ちょっと思って始めてるのかなみたいな、何が変わるのかは全くわからないんだけど、何か自分の中で何かの節目を迎えたがってるのかもしれないっていう、そういううずきを感じます。そんな1週間を過ごしました。でもなんかあなたもさ、人生の5月病とか言ってなかった？つい最近。別に落ち込んではないんだけど、別に仕事のパフォーマンスが落ちてるとかではないと思うんだけど、システム化というか、ある程度さ回るような状況になり始めた、仕事はね、まあ慣れたっていうのが多分正しいんだろうけど、本気度みたいな、がむしゃら度みたいな、そうみたいなものが、まあ、ずっとさ 100% は無理だから、ね、こう波がある中で、ちょっと沈んでる時に、もう一回上がれるかなっていうのを、毎回上がる前に感じる。今感じてるって、もう一回上がれるか。いやもう上がるんだけど、でも分かる、がむしゃら度が今足りてないのかもしれない。最近さその
ジムに行ってるって言ったじゃん、うんうんダンベルとか上げる時って、うんもうやっぱ自分の中の 100% をうん出し切らないといけないわけ、うんだからその時のアドレナリンとか、うんその気持ちよさがあるわけ、うんうん出し切った後の、うんなんかそれがちょっとなんか中毒性があるうんわけよ、うんうんその筋トレって、うんだからこの仕事においても、うんなんかこの刺激が欲しいってうん思い始めたりする、あ連動してねもうこれ以上できませんっていうところまでのうんうんわかるわ快楽を欲してしいやまうというか、わかるわそうだ慣れることはまあ当たり前にね慣れちゃうんだけどもうこれ以上無理と思いながらうおーってやるあの時もう一回感じたいみたいな思ってるのかも私もだけどあなたもさ、うん最初 YouTube 始めて、うんグワーンってうんねうん伸びた時うんあの時のさ、うんうわーやばやみたいなさばかったよねうんいう気持ちからうわーってなって、うんそっから今さ、うんもちろんねたくさんの人に今でも見てもらえてるんだけど、うんうんそのなんかあの時のさ、うんわかるなんていうの勢いというかなんかなんだろう自分の中のその脳内なんか脳汁がジュワーみたいなさわかることってこれから起きるのかなっていやそうだよそれがすごく落ち込んではないんだけど、うんうんその人生に起きる5月病ってこういう感じなんかなっていや本当そうだよ言語化してくれてありがとうそれを私も考えてたわ、もう一回来るのかなあのぐらいの瞬間がみたいいやでもやっぱ起こさないかんよなって思な、った、巻き起こさないと、まあ、別に今のねうん路線の中じゃなくてもいいんだけど、うん、何かしらでねそうだねそれは別に趣味でもいいと思うし、うん確かに、うわーっていうねそう確かにそれをなんか、まあ、ぼんやりとでもいいから考えておけばいつかその瞬間来るだろうね、今それ欲してるななんか俺も最初筋トレはさ、うん3ヶ月で一区切りつけようと思ったけど、うん今ちょっと1年ぐらいはやろうと思ってるわおお、けだからなんだろういいよやっぱ、うんその何かを出し切る瞬間っていうのは、うん、めちゃめちゃストレス発散になるっていうかいいね確かに気持ちいいってなるわけ。確かに私もなんかそういう筋トレとかした方がいいんかなジムとか体がさ体でうわーってやるとさエネルギー出てくるそれは確かにあるよね。例えば陶芸とかやっててさ、うおーとかはさすがにならないじゃん手びれりーとかなんないじゃん。やっぱ体を動かした時にさ来るよねうわーっていうそうもうこれ以上できませんっていうもうプル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 っていうのがまあそういうマインドになって仕事のパフォーマンスにも現れてくるんだろうね。だと思うしなんかそういうのをなんか刺激をやっぱ欲してんだね。欲しがるっていうかなんか気持ちよさを知ってしまうっていうか、うわーいいなっていうのはやっぱねあると思う。ちょっといろいろ考えてみようかな時間があるから、うん逆に言うと、うんそう考えてみようかなと思います。では今週も、コウヨトリさんから寄せられたお手紙を読んでいきたいと思います。はいコウヨトリネームすみれさんからのお便りです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、私は昨年末に出産し今生後3ヶ月の赤ちゃんと毎日一緒に過ごす時間に幸せを感じています。平日は2人で散歩したり週末は家族3人で出かけたりと思い出が積み重なってきているもののこの頃の記憶は残らないんだよなと不思議な感覚です。確かにお子さんがってことだよね。そこで提案するトークテーマが一番小さい頃の記憶です。私はおそらく幼稚園に通っていた5歳頃が最初の記憶だと思います。ミックさん先生はいつの記憶が最初となりますか？エピソードがあればぜひお聞きしたいです。ということで確かにねお子さんが生まれてこうやって一緒にほら桜だよとかさ、なんちゃらだよって言ってもこの子は何も覚えてないんだろうなっていう不思議な、ね、感覚があるっていう確かに一番小さい頃の記憶はねいつですかってことなんですけど、私はね鮮明に覚えてるのがあるよ。何歳ぐらい？私はねだからもうそれこそ生後1ヶ月とかの本当に嘘だ。これね家族と答え合わせしてるからね、私大人になった時にある時突然お母さんに私ちっちゃい時子供の時に座布団の上に寝かされてそしたら目の前にテレビがあってブラウン管のね、でそこでひょっこりひょうたん島が流れてたって、でそのひょっこりひょうたん島を見てたらお母さんがお風呂の方から
お姉ちゃんミクを連れてきてって言われて、うんお姉ちゃんが座布団ごと私を持ってお風呂に連れてってくれたっていう、うんその記憶があるんだけどって言ったら、うん本当にそうだ、本当にそうだったんだよって言われて、やっぱりみたいな、なんかすごいひょっこりひょうたん島が流れてるのを覚えてるんだよねって。で赤ちゃんの時はいつもそうやって座布団にこう、でこう移動させられてお風呂をねこう入れてもらってっていうのがあったらしいの。だからすみれさんの赤ちゃん覚えてるかもしれないよ。確かにね、脳のどっかに刻まれてる可能性あるってこと。そうなんか突然思い出して、子供の時聞いたの親に、これ夢って言ったら本当にそうだって言って。でもな、あなたのお母さん、結構肯定癖あるから私のねその話をちゃんと、ちゃんと受け止めてくれて、ファンタジー要素にしてくれたわけ。私が夢見心地の子供だったからね。そうなんかな。そうだったとしてもあまりにも鮮明すぎる記憶だね。それが一番小さい頃の私の記憶。全然覚えてるやん。全然覚えてる人は覚えてると思う。で突然5歳とか6歳になったら話し出すから、その時の記憶を。だってさ、よくお母さんのお腹の中にいた時の話することがいるじゃん。ちょっと全く感覚が分からない。だって子供って5歳から6歳までは神の子って言われるじゃん。神の使いって。だからちょっとやっぱそういうさ、自分が生まれる前のこととか覚えてたりとかするらしいよ。あなたある？これでも幼稚園ぐらいかな。何一個言ってエピソード。一番ね、多分休みの日に近所の同級生の友達と何を思ったのか、その子がね100円玉を持ってきたわけ。その子もなんか親のどっかからね100円を多分盗んできたよね。でこれなんかお菓子買いに行こうみたいなこと言ってきたわけ。でも俺は現金持ってないし、その親のね財布とかも分かんないんやけど、うち階段があって、階段の途中にね小銭がねあったわけ、いくつか。階段途中瓶に入ったみたいな。いや分かんないけど小銭があったよ。置いてあんの階段途中。置いてあったよ。でここからね多分いっぱい取ったらバレるからって言って10円玉をね1枚握りしめて、その子と駄菓子屋さんに行って、でその駄菓子屋さんも多分ちっちゃい時から親と何回も行ってるから、もう顔バレてるわけ。で当時のアイスね多分80円とかするわけ。でも10円玉見せたら俺初めて友達と遊びに行ってるから、その友達は普通に買えるんやけど、俺は買えない金額しか持ってない、10円しか持ってないから。でも多分目つぶってくれたよね、そこの駄菓子屋の店主の人が。で2人でアイス食べながらお散歩ずっとしてるわけ。かわいい。そうで結構家から離れたところまで2人でテク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 歩いていって、でガソリンスタンドがあって、でそこに俺とその友達がパーって行ったら、ガソスタのお兄さんお姉さんがいて、なんか「お菓子あげるよおいで」みたいな言ってるわけ中で。そしたら俺が恥ずかしがって「行ってきてよ行ってきてよ」みたいな言ったら、ちょうどうちのお父さんが当時ランニングしてて、で俺らに出くわしたわけ。お前何しよんかみたいになって、普通にお父さんに連れられて家帰ってったら、その学校の先生がすっごい慌てた顔して、俺ら発見して「あ、いた!」みたいになって、俺親からなんていうの、行方不明の捜査出されてて、でお父さんはさ走ってるからそれを知らないわけ。それで「いた!」ってなってちゃんちゃんなんやけど。怒られた？いや怒られたのかな、分かんない。偉いのお母さん怒んなくてね。もうそこまで覚えてないけど、っていうのが覚えてる。でもそれが幼稚園だったと思うけどね。大冒険だねそれ。そうだけ初めての大冒険。お使いもしたね。お使いっていうかお買い物できてないけど。でも子供の時の記憶ってやっぱいっぱい覚えてるよ。そういうなんかいっぱい覚えてる私。子供の時の記憶。じゃあこのすみれさんの赤ちゃん、覚えてる可能性もあるってことだね。そうだよ、そうです。気を抜かないようにして。そう親のそれっていうのを覚えたりするからね。そうね。そうだからなんかこれ覚えてないかもなってね思わずいろんなとこにね連れてってあげたりとか、いろんなものを見せてあげたりとか、いろんなものを一緒に共有してたらやっぱり覚えてて、それがなんかいい思い出としてさ、ずっとその子の中に残っていったりするからね。
ぜひ。確かにね、その科学的なことは分かんないけど、絶対に何かしらがさ、記憶じゃないとしてもさ、何かが絶対影響してるわけだもんね。そうそうそう、人生もう大人になるにつれてね、なくなるわけではないから、この赤ちゃんとの時間を楽しみながらぜひ過ごしてくださいね。尊いこのかけがえのないこの時間。確か今週末とかね、東京はですけど暖かくなるから、ぜひねお出かけとか行ってみてください。ありがとうございました。ではもう一通読んでいきたいと思います。コヨトリネーム小鳥さんからのお手紙です。ミクさん先生、こんにちは。こんにちは。いつも YouTube 楽しく拝聴しています。これまで2人の言葉にたくさん救われてきたので、私も一つご相談させていただきたく、初めてお手紙を書きました。私は今33歳です。周りは仕事で出世、または結婚出産をして、私はどちらも得られず停滞し、自信をなくしています。人と比べる必要はないと思いながらも、今まで起きなかったような悲しい出来事も立て続き、全てがうまくいかずに落ち込んでいます。いろいろ考えてみて、私は今の人生を一歩前に進めたいんだと気づきました。挑戦してみたいことがあるのがただ一つの希望です。10年勤めてきた仕事があり、33歳で新しいことに挑戦するのは迷いもありますが、挑戦しなければ私の人生はずっと停滞する気がしています。ミクさんや先生だったらこんな時どうしますか？お手紙を書きながら、挑戦する以外道はないのではと思い始めていますが、ぜひ客観的なご意見もお聞かせいただけると幸いです。ということです。33歳、同い年だね。そうだね。ね。周りは仕事出世または結婚出産をして、自分は停滞していると感じていると。で、あと悲しい出来事も立て続いて、全てがうまくいかずに落ち込んでいると。でもよくよく考えてみたら、私は今の人生を一歩前に進めたいんだと、そういうことに気づいて挑戦してみたいことがあるそうですね。はい。で、そんな時に、ミクさんや先生だったらどうしますかっていう。でももうちょっと答えにたどり着いてるという、挑戦する以外道はないのではっていうことだから、ぜひ挑戦してみてほしいなと思うんですけど、エール的な。本当？俺結構危ういなと思ったよ。嘘やめなってこと？いや、やめなとは思わないけど、どう思った？いや、もちろんこの方の全てのね、前提を書かれてるわけじゃないから、あくまでね、一意見として何の参考にもならない。いいんだよ、客観的な意見が聞きたいって言ってなんか、いや、結構33の挑戦って、究極どっちにも触れちゃうなって思うわけ。どっち、いい方にも悪い方にもってこと？で、悪くなった時に、結構取り返しつかなくなる年齢だと思うよね。俺が思うに。あなた的にはね。そう。で、なんか20代の時は、とにかく質より量、もう量で誰かに勝つ。でも30代はやっぱクオリティを上げていかないかん時期だと思う。自分のやってたこととか、今まで積み重ねてきたものに対して。で40代はそう誰かに教えるみたいな。与えるみたいなね。確かに。っていうね、なんか流れを、俺自身はね、なんとなく思ってるから、33で全く新しいことなのかな。でもそうなんじゃない？なんか会社を辞めそうな雰囲気があるくない？ってことだよね。10年勤めた仕事を辞めて、多分新しいことに挑戦したい。でも迷ってるってね。挑戦しなければ私の人生はずっと停滞する気がしていますって言ってるね。そんなことはなさそうとは思うけどな。いや、わかんないけど、この今の俺の周りね、見る限り別に出世もしてないし、結婚も出産もしてない人ってめちゃめちゃ多いわけ。確かに、そう、みんながそんなことではないもんね。みんなが出世したり結婚出産してるわけではないもんね。確かに確かに。で、多分出世ってさ、今だったら係長とか、よくて課長とかぐらいの年齢だと思うんだけど、なる人って多分10人いて1人とかなわけ。会社ではね。そうだね。で、結婚ってさ、結婚どれくらいみんなしてるか分かんないけど、多分3割ぐらいでしょ、多分。そうね、私の周りしてないな。で、出産なんてもっと少ない。もっとしてないね。この理論でいくと、大半がみんな停滞してるってことだわけ。この小鳥さんの周りが突然そういうタイミングになってるだけであって、確かに世の中広く見ると別にみんながそうだねっていう風なわけではないよね、やっぱ。この書かれてる事象だけで言うと、別に何も停滞はしてないと思うわけ。
ああそうね。でもっと他にいろいろあるとは思うんだけど、うんでそこになんか立て続けに今までなかったようなことが起きてるとうんいうので落ち込んでる状態でああそれその新しいことに行こうっていうのは結構30代としては賭けなのかなって思う。まあ確かに落ち込んでる状態からの一年発起みたいな感じで、次に行こうとするのは危ういかもしれない。そうなんよね。確かにね。だってこれさ挑戦したら自分の未来好転するとさだってあんまないじゃんこういう時って、でそれは全然いいことなんだけど挑戦して好転するとは限らないから怖いよね。そうだから、この今の仕事を続けながらそうだね新しいことをやるんだったら全然いいと思う。もう 100% 同意なんだけど、なんかこれやめそうな雰囲気出てる確かにやめそうな雰囲気出てるね10年勤めてきた仕事がありとか言ってね、でなんかしかも新しいことっていうのがさなんか転職じゃなさそうやんなんか、そうだねなんか独立系な雰囲気は醸し出してるというか私がこれさ、YouTube 始める前の2年前ぐらいの気持ちこんな感じだったの。私もなんかやめて、なんかやめて一から新しいことしようみたいな風に思ったことあったんだけど、あなたに全力で止められたんだよね、あれねやめてやるのやめろって。そのもう別に年齢でねあんまり言いたくないんだけど、自分の感覚としては、30、約半ばに差し掛かって、ゼロからって、結構俺もなんか新しいことってわけじゃないけど、仕事で新しいなんか業務っていうかその、来た時にやっぱ昔ほどスンスン頭に入っていかないっていうか。まあそうだよね。20代の頃よりか吸収が全然悪くなってる、っていうのはやっぱさ、確実に感じる中で、で体もさやっぱ20代の時みたいに体力もないし、この今いる会社を絶対に飛ぶ鳥後を濁さずだっけみたいな感じで、その絶対に前向きな気持ちでやめてほしい。いやまあそれは本当そうだね。結構ケッて、もう私ここじゃないってやるのは、多分5年後めっちゃ後悔するから。いやそうだよねっていう気持ちがちょっとなんか欠けてるような文面にも見えるから、そうね、危うって俺は思っちゃった。そうね、多分もう今ほらその停滞してるって自分がモンモンしちゃってるから、もう今バツッと切って、次行ったれそしたら変わるかもってやっぱ思ってるような雰囲気を感じるわ。確かに、私もその時期があったからすごくわかるんだけど、確かに前向きな気持ちで次に行かないといい運って巡っていかないね。あともう次行く時っていい波乗っちゃってるから、いい波乗っちゃってるからもう次行けるっていう軽くドアを開けれるんだよね。もう約10年間勤められてるわけだから、そこの知見を生かすなり、その知見を生かしながら別のことをやるとか、だったらもうめちゃめちゃいいと思うんだけど。そうだね、同時進行でね新しいこととやってって、こっちがすごい良くなってきたらこっちに移ればいいけど、多分これはさどうなんだろうね。周りが結婚出産してって、次のステージに行ってるっていうのを感じたことによってそこでの気持ちのブレがすごく大きく作用してるんじゃないかなって思っちゃうんだよね。でも結局そういうのってさ、なんていうか雨と同じようなもんでさ、天気みたいなもんでさ、今自分のところにちょっと雨降ってるだけみたいな、そういう周りがさこううまくいってて自分が停滞してるように見えてるっていうのは、今そういうちょっと雨が降ってるところにいるだけであって、その雨雲が過ぎ去ったら別に自分は停滞してなかったよね。私はなんかこの挑戦する以外道はないのではっていうところにすごい引っ張られてエールを送ろうとしてて、もちろんエールは送りたいですけど、でも確かに自分が、人生を切り替えるとか何かに挑戦する時っていうのはかなりポジティブな気持ちで変えたんだよなっていうのを今、思い返したね。そうね、多分33歳で10年勤めてきたってことは新卒で入ってる可能性が非常に高いわけじゃん。そうですね、はい、初めての、転職なのか退職なのか、でも本当そうだね、っていうことなんだと思うよね。そうね、この10年をパツッともう捨ててやるっていうのは、今はそう思ってるのかもしれんけど、めちゃめちゃ多分、そこの10年間やってきたことが糧になっちゃってるから、そうなんだよね。そう無駄じゃなかったんだよねこの10年って全然。だから変わることはもう大いに賛成、でもポジティブに変わる方がいい時期、タイミングな気はするっていう。そうだね。なんかね、この人の文章的によ、なんかもう2本しか道ないみたいな。もうこっちかこっちみたいな。そう、
でも道は違うんだよな、いっぱいあるんだよな。今すぐにこの停滞から抜け出したいって思いがすごく文面から伝わってくるんだけど、停滞してる状況っていうのはすぐには抜け出せないんだよね。だからぬかるみにはまってる時ってすぐに平地にブワッていけるわけじゃないじゃん。むしろなんかどんどんはまってたりとかさ、でもいろいろ試行錯誤したら突然平地にこう上がれるみたいな感じで、今すぐに全部やめて一から新しいものをスタートさせるっていうのもまあ一つの手ではあるけど、今この停滞して苦しい状況のままやりたいことと両立して今の仕事を辞めたいなと思いながらも新しいものも一緒に頑張って、どっちも手を抜かずに頑張っていくっていう地道な数年間みたいなのも視野に入れながらなんか進んでいってほしいなと思う。もしかしたらねこの文面とはちょっと違う状況でね、俺らが別の解釈をしちゃってる可能性あるんだけど、あくまでこの文面を見る限り、なんかおやおやって僕は思っちゃいました。難しいね。でも気持ちめちゃめちゃわかる、10年同じところいたらもう私ここで骨うずめちゃうのかなとか思ったりとか、何にも変化なく来ちゃってんじゃんみたいなさ思って本当に嫌になって、今やってる仕事がちゃんとできてるし人の役にも立ってるって分かってるし、絶対やめない方がいいって分かってんのに、どうしてももう次に行きたいっていう衝動にもう抑えきれなくなっちゃって、ものすごく不安定な道に行きたくなっちゃうよ。もうどうしてももうダメになってもいいから行きたいって、確か俺も社会人2年目の時に、お昼休憩中にやめようと思ってやめたからだから人のこと言えないよね。そう全然人のこと言えないんだけど、24だからまだやり直せるっつってまあそうね、でもだけど分かる、その気持ちはめっちゃ分かるんだけど、私はその時に今までの私だったらそれでやめるって言って突然やめちゃったと思うんだけど、その時はやっぱ人に相談したんだよね。要はあなたに、その時に冷静にちょっと一旦落ち着いて気持ちを落ち着かせてよくよく考えてみてって言われてあなたはさ突然やめたのにさまあねでも確かにそこで私はハッと我に返ったんよ、今なんかすごい焦ってもう次のことをあれしようと思ってるみたいな、でもその時にハッと我に返って、じゃあじゃあゆくゆくはやっぱやめたいと思ってるから、次に行きたいと思ってるから何をすればいいかなっていうのを冷静に見つめ出したんだよね、でそこから会社を辞めるまでに1年とか2年とかかかってるよ。やっぱ1年半とかかな、YouTube 始める前から次何したいのかなっていうのをずっと考えながら模索してたから1年半とかかかってるんだけど、気持ちはものすごい分かるんだけど、一旦自分なんか焦りすぎてないかなっていうのは一旦確認した方がいいかもね。あとやっぱ身近な人、親とかまた信頼できる友人とかパートナーに今こう考えてるのはどうだと思うっていうのを、うちらにも聞いてくださったと思うんだけど、より身近な人にもう一回聞いてみると自分の性格をさ加味した上でいいアドバイスくれたりするから、でも一つ言えることは別に小鳥さんは停滞しているわけではないとは思いますよ。周りから見たら小鳥さんは今停滞してるねって思ってる人全然いないと思う。小鳥さん自身が今雨の中にいるだけかもしれない、気持ちのね、悲しいことも起こっちゃったし周りが進んでる感じがしちゃっていろんなことが一気に来ちゃったから、どうしよう早く晴れにならなきゃみたいな思ってるだけで。そうね、世の中には、この出世っていう概念がない会社だってたくさんあるんでね確かにね結構恵まれてるんじゃないかなって思っちゃいましたね。そうね、自分が恵まれてることってさ人に言われないと結構気づけなかったりするよね。そうだね、多分、この方のコミュニティはそうなのかもしれないけど、今33歳で結婚と出産、出世してる人間って多分ねかなり、かなり低いじゃ低いと思うよ。もうちょっと広く見ると確かにね結構恵まれてるんじゃないかなって、あと今いる道をずっと歩き続けることは悪ではないからね、私はやっぱり変えたいと思って変えた瞬間があったけど、でも別に変えなかったとしてもいい人生を歩んでいたと思う。それはそれで、だから何か変化を起こすことがいいこととして思われること多いけど、そんなことなくて地道にずっと同じこととか、同じ場所で頑張り続けることってものすごいことだし、
何かを変化させることよりも続けることの方が何十倍も難しいから、そういう面では10年同じところで頑張ってこれた小鳥さんっていうのはもうすごいよ、すごいよ。本当にいろんな気持ちを抱えたりいろんなことありながら頑張ってこれたんだから、ちゃんといずれ咲く時は咲くから。まあでももし今すぐに変えたいって言って別に挑戦することもそれも別に悪ではないよね、それで人生変わる人もいるから、別にうちらに言われたからといってちょっと一旦とどまろうみたいなふうに思わなくて全然いいと思うし、まあ、要は小鳥さんが最後決めることに全てはかかっているから、まあ辞めると決めらんだったらもう辞めちゃって全然いいと思う。ね、いいと思う。なんか俺も仕事辞める時に、別に俺の人生なんて誰も気にしちゃねえやと思って、最後ねやっぱちょっと怖くなる瞬間ってやっぱあるよね。いざ辞めるってなったら、触れるよね。俺が別にどう転げ落ちようが別に誰も何も気にしないような、俺の人生ってそんなもんやと思ってやめたんやな。まあこういう風に感じてる人っていっぱいいると思うから、小鳥さん含め、自分も含め、こういう風に要所要所いろんなことを考えながら選択しながら生きていきたいなと思います。私の好きな言葉に夜明け前が一番暗いっていう言葉があるんだけど、シェイクスピアの言葉で、夜明け前が一番暗い。だから何か変化が起きていい方向に進む一歩手前はものすごく暗いっていう、ものすごく辛いっていうところを糧にして生きていってほしいなと思いますだからもしかしたら小鳥さんは今夜明け前なのかもしれない、この先パッと朝日が昇ってくるのかもしれないんで、心折れずに頑張ってほしいなと思います。考えさせられますね。大丈夫かな。まあもう自分で最後は決めてもらわないと。そうですね、最後自分の道は自分で決めていこうぜって、己で自分の道決めていこうっていうことで、小鳥さんが挑戦するのも、ちょっともう一回考えてみようかなっていう、どっちも応援していますのでね。そうね、もう小鳥じゃないよって、喝を入れて私は小鳥じゃないって、ではそれで頑張ってください。頑張りましょう。そんな感じで今週は以上です。来週のラジオは、30回ですね。30回記念です。そんな30回記念は、実はゲストをお迎えして、特別会じゃないですけど、そういう会にしていきたいと思います。いつも彼と2人でやってるんですけど、彼は、一旦お休み、で来週は、あるお友達と一緒にラジオをしていきたいと思います。そのラジオでお話しするのがディズニーですディズニーアニメーション会をしたいと思います。私の大好きなディズニーアニメについてひたすら話していく、そんなラジオにしたいと思うんですけど、皆さんに募集したいのは、私の偏愛ディズニーアニメシーン、ディズニー好きな人見てる方にねたくさんいらっしゃると思うんだけど、私はこの作品のここのシーンがものすごく好きなんですっていう、そういうなんていうの、オタク的な、もうニッチな偏愛シーンを教えてほしいんですよ。もうこのシーンに私は勇気づけられたとか、このシーンがもう大好きでたまらないっていうところを教えてください。私と、そのお友達は、ものすごくディズニーが大好きなので、メジャーなディズニーアニメというよりもかなりマイナーなものもたくさん話していこうと思ってるので、マイナー映画であればあるほど嬉しいです。ディズニーの短編とかシリーシンフォニーとか、王様の剣とかそういうのをお待ちしています。もちろんメジャーなアニメでも構いません。そんな私の偏愛ディズニーアニメシーン大募集中です。このシーンのこのセリフとかってこと？そう、もう何分何十秒のこのシーンのこれがもう大好きとか、もう本当そういうもうニッチなやつがあればぜひお願いします。ということで来週もぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。でこの動画が、楽しかったよっていう方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。